闇のやり込みプレイヤーあかねちゃんやで、付き添いの葵です。前回はポーションを調合して性能を確かめたんやったな。なんかもうめちゃくちゃな強さだったね。これで錬金術とウェアウルフの組み合わせの有効性を証明できたな。今回はウェアウルフに有効なボーナスを集めるんだよね。意外なボーナスが活躍するから最後まで見ていってくれよな。よろしくお願いします。まずはマルカルスに行ってディベラの使徒を手に入れるで。ディベラ聖堂に侵入すると始まるクエストの報酬だね。戦闘に関しては体力回復速度上げとけばまず死ぬことはないで。ブライアハートの攻撃すら一瞬で回復。強すぎる。ほいちゅうわけでディベラの使徒ゲットやで。異性に対する戦闘ダメージが増加する。この戦闘ダメージっちゅうのは要は物理攻撃のことやで。異性限定だけど素手の攻撃力も上げられるわけだね。ほんじゃ実際に効果を確かめてみるで。ほい女性に対しては31ダメージやな。ところが男性に対してはほい35ダメージになるで。強くなることは確かだけど男性にしか効果ないからないよりはあった方がマスティードの効果だねと思うやん。ところがディベラの使徒は思われてたよりずっと強い効果なんやで。どういうこと？試しにいろんな敵を殴ってみるで。まずはホラーナグマ。ほい35ダメージやな。あれ？次はフロストバイトスパイダー。ほいこれも35ダメージや。おかしくない？男性以外に対しては31ダメージのはずでしょ。実はディベラの使徒には隠れた効果があってな。プレイヤーが女性の場合ほぼ全てのクリーチャーに対してダメージが 10% 上昇するんや。動物以外にもスケルトンやドラウグル、もちろんマンモスや巨人、果てはドワーフオートマトンやドラゴンへのダメージまで上昇するで。でもどうしてこんなことが起こるの？要はディベラの使徒が対象なクリーチャーかどうかの判定をし忘れてるから起こるバグやな。ほとんどのクリーチャーには性別が設定されてないんやけど、この設定されてない状態っちゅうのが男性を意味してるから、プレイヤーが女性の場合のみクリーチャーに対してダメージが上がってしまうんや。わかったようなわからないような。ちなみにこの仕様は海外 YouTuber のシックリフさんっちゅう方が投稿した What is the strongest punch in Skyrim without crafting っちゅう動画で紹介されてたものやで。ほんじゃ次はレイブンロック鉱山に恋人の洞察を取りに行くで。恋人の洞察も異性に対してダメージが上がる効果だけど、これもプレイヤーが女性ならクリーチャーに対してもダメージ上がるの？いや恋人の洞察はクリーチャーには効果ないから単に異性へのダメージが上がるだけやで。よかったこっちはまともだった。黒の書を取るだけならザークリソスを倒す必要はないんやけど、僕のドラゴンアスペクトが欲しいからついでに倒してくで。これは本能の指輪の時間減速のエフェクトだね。狩りの指輪が一番汎用性あるんやけど、せっかくなら色々使った方がおもろいからな。何もさせずに倒せちゃったね。時間減速とひるみの相乗効果も何気にえぐいな。ほいドラゴンアスペクトゲットやで。シャウト感覚を軽減する効果って印象だけどウェアウルフで使えるの？防御力とパワーアタックを強化できるから一応ウェアウルフにも有効やで。ほんじゃメインの目的の変化の風を呼んで。ほい恋人の洞察ゲットやで。異性に対するダメージが 10% 増加し、取引価格が 10% 改善する。ほんじゃ効果を確かめてみるで。ほい男性に対して38ダメージを与えられたで。元のダメージが31だったからディベラの使徒と合わせて 1.2 倍以上になってるね。恋人の洞察は正真正銘異性にしか効果ないが、ないよりはあった方が強いのは確かやな。次はドーンスター東のフロストフロウ灯台に船乗りの安息を取りに行くで。船乗りの安息、回復呪文の回復量を永続的に 10% 強化するボーナスやな。ウェアウルフで回復呪文強化して意味あるの？回復スキルの死の回避っちゅうパーク取ったやん。あれの回復が回復呪文扱いやから船乗りの安息で強化できるんや。なるほど。ほい船乗りの安息ゲットやで。ほんじゃ効果を確かめてみるで。死の回避の巣の回復量は250やけど、回復強化、聖職者、船乗りの安息で強化されて、ほい515まで回復量が増えたで。元の値の2倍以上まで増えたね。250やとちょっと心もとなかったな。これなら高レベルでも十分通用するな。ほんじゃここらでちょっくらメインクエストを進めるで。メインをちょっくらで済ませるな。ほいアルドゥインの壁完了まで進めたら、デルフィンに話しかけてブレイズの人員を集めるクエストを始めるで。ちょっと飛ばしすぎじゃない？この動画はあくまでビルド紹介動画やからな。ビルド構築に関係ない部分はどんどん飛ばしていくで。適当にメンバーを集めたらエズバーンからドラゴン退治の依頼を受けて、ドラゴンを倒して骨と鱗を渡せばエズバーンの薬をもらえるで。でこの薬を飲めば、ほいドラゴン封じゲットやで。ドラゴンの近接ダメージを 25% 軽減する効果だね。ウェアウルフは近接攻撃しかできんからドラゴンの近接攻撃を軽減できるのはありがたいで。
ほんじゃこのままメインクエストを進めてパーサーナックスから努力なき力をもらうで、自分のよろめく確率 25% 低下と敵をよろめかせる確率 25% 増加の効果だね。これってウェアウルフにも有効なの？それはわからんけど努力なき力を取ったのは別の目的があるんや。別の目的？とりあえず狩りの指輪を装備してない状態でウェアウルフに変身して崖から飛び降りてダメージを受けるで。何やってるの？変身前に狩りの指輪を装備してなかったから自動回復はせんはずなんやけど。ほれこの通り徐々に体力が回復しとるで。なんで？実は努力なき力にはわずかやけど体力自動回復の効果があるんや。そんな話聞いたことないけど、これもシックリフさんの動画で知った仕様やな。これは How to Break the Skyrim ワンヒットポイントチャレンジっちゅう動画で紹介されてたで。またシックリフさん、すごい人もいるもんだね。回復量自体はささやかやけど狩りの指輪以外を使った場合でも回復できるのは助かるで。確かに0か1かでは大違いだもんね。注意点として努力なき力を得るときは血虫の兜を装備しておくこと。この回復も聖職者と血虫の兜で強化可能やから両方揃えとけば回復量が 1.56 倍になるで。取るべきボーナスは全て取ったからこれで完成でもええんやけど、せっかくやからレベルを上げて最強のウェアウルフを完成させるで。レベル46で上限に達するんだっけ？そうなんやけど今回はレベル60まで上げるで。なんで 60？ レベル上げた方が高ランクのフッシュ装備が出やすくなるからな。無双の錬金術強化装備を揃えるためや、レベル上げる手段は何でもええんやけど今回は解き放たれた陶器を使うで。これを唱えたままファストトラベルすると、この通り一気に大量の破壊スキル経験値がもらえるんや。破壊スキルといえば上げにくいことに定評があったけど、AE でむしろ一番上げやすいスキルになったまであるね。ほいちゅうわけで何度かレジェンダリー化を繰り返してレベル60まで上げたで。そしたら次はベンコンチェリ家にブラックマーケットを取りに行くで。ドレモラ商人の呼び出すパワーだね。どうもレベル60では普通の鍛冶屋は無双の装備を売ってくれんみたいなんよな。ドレモラ商人なら売ってくれるの？そもそもドレモラ商人が無双の装備を売ってくれるのがレベル60からっぽいからそこまで上げたわけやで。なるほどね。ほいちゅうわけでデイドラの錬金術のコテ無双ゲットやで。錬金術の首飾りとサークレットの無双はいつも通りレディアント装具店で購入して、せっかくやから最高性能のポーションを作るためにカチートの行商人から素材を購入するで。そういえば最新版で強力な素材が追加されたんだっけ？コルクバルブのね、虚空のエキス、アンブロシアの3種を購入するで。そしたら適当にニンニクを回収して用意した錬金術強化装備を身につけて調合するで。アンブロシア、虚空のエキス、ニンニクの3種で体力上昇、スタミナ上昇、体力回復速度上昇、体力治療の4種の効果のポーションを作れるで。なんだこの都合が良すぎる組み合わせは。しかもこの素材を使うと体力上昇とスタミナ上昇の持続時間も5分のものが作れるんや。ほんとウェアウルフのためにあるみたいな組み合わせだね。ほんじゃもう一つの素材、コルクバルブの根と適当な吸術上昇の素材を組み合わせて、ほい効果約 99% の吸術上昇ポーションを作れるで。こっちの効果はシンプルだね。ただ普通の素材を使った場合は約 59% になるから 1.25 倍の強さになっとるで。最後の仕上げとしてミラーク聖堂でドラゴンアスペクト2段階目をゲットするで。3段階目は取らないでいいの？2段階目でウェアウルフに有効な効果は揃うから別にいらんで。ほんじゃカースターグ相手に最終的な性能をチェックしてみるで。体力上昇ポーション、吸術上昇ポーションを飲んで狩りの指輪を装備、強戦士の怒り発動、ドラゴンアスペクト2段階目発動。そしたらウェアウルフに変身してカースターグに突撃するで。なんかすごいことになりそう。これカースターグの攻撃すら一瞬で回復できるで。なんだこの回復速度は。ドラゴンアスペクト2段階目を使えば防御力もカンストするし、強戦士の怒りでさらに半減できるからレジェンダリーのカースターグの攻撃すら自動回復で余裕で賄えるで。こんなのもう絶対に死なないじゃん。これが錬金ウェアウルフの力や。確かにめちゃくちゃ強い。もちろん攻撃力もめちゃくちゃ上がっとるで。ダッシュ攻撃のパワーアタック扱いにならんからドラゴンアスペクトで強化できんけど、これレジェンダリーのカースターグですらサクサク削れるで。強すぎる。吸血衝動の指輪を使った場合はどれくらいのダメージになるかも試してみるで。与えるダメージと受けるダメージ 1.5 倍だっけ？すごいことになりそう。防御力ゼロの男性に対して最もダメージが高くなるからヘイムスカーで試してみるで。ダメージ測定が目的やから難易度はノーマルにしておいたで。
おい、5668ダメージまで上がったで。5668。しかもダッシュ攻撃は3枚ヒットすることがあるから最大でこの3倍のダメージまで伸びる可能性があるわけやな。一体何と戦うつもりなんだ。ほんじゃこれで錬金ウェアウルフのビルド紹介は終わりやで。最終的にとんでもない強さになったね。強さも大事やけどウェアウルフは人間形態と全く違うプレイ体験が味わえるのも魅力やな。ウェアウルフで遊ぶのも楽しいからぜひ試してみてくれ。このチャンネルではスカイリムのあまり知られてない仕様や珍しいビルドの紹介をしていこうと思っとるから、よかったらフォローチャンネル登録よろしくやで。いいね高評価もお願いします。ではまた次回。ビルド紹介とは関係ありませんが、ウェアウルフでプレイする上で役立つテクニックを2つほど紹介します。1つ目はウェアウルフでクモの巣を壊す方法です。通常ウェアウルフはクモの巣を壊すことができませんが、クモの巣に背中を押し付けた状態で攻撃すると、クモの巣を壊せます。これを知らないとクモの巣に出くわすたびに変身を解除する羽目になるので、この方法は覚えておいた方がいいです。2つ目はモーションを出さずに死体を食べる方法です。通常ウェアウルフで死体を食べると捕食モーションが発生ししばらくの間動けなくなります。しかし、決定ボタンと構えボタンを同時に押すと、捕食モーションを出さずに捕食ができます。しかしもう一度同じことをしようとすると、今度は捕食モーションが発生してしまいます。わかりにくいですが、実はウェアウルフにも武器を構えたる状態と構えてない状態があります。武器を構えたる状態で決定ボタンと構えボタンを同時に押した場合のみ、捕食モーションを出さずに捕食ができます。一度この方法を使うと武器を構えてない状態になるので、再び構え直してから捕食すると、またモーションを出さずに捕食ができます。武器を構えたる状態で決定ボタンと構えボタンを同時に押せばモーションを出さずに捕食ができます。戦闘中など、スムーズに捕食したい時に便利なので覚えておくと役に立ちます。これでおまけは終わりです。それでは、良きウェアウルフライフを。